ベルバラファンファンチャンネルです。いかがお過ごしですか？今回は2022年9月17日から絶賛開催中の誕生50周年記念ベルサイユのバラ展ベルバラは永遠に行った時に買ってきたものをご披露いたします。平民の私の予算は3000円です。選びに選び悩みに悩んで選んだベルバラグッズをベルバラファンファンチャンネルの独断と偏見によるランキング形式で金額とともに発表いたします。どうぞ最後までお楽しみくださいませ。このチャンネルでは小学校3年生の時にベルサイユのバラの大ファンになった私がベルバラに関することをそこはかとなくおしゃべりするチャンネルです。今のところ不定期更新です。なのでチャンネル登録をしておくと動画を見つけやすくなります。チャンネル登録をお勧めします。では早速いってみましょう。第5位の前に番外編です。レターセット880円です。それからポストカード170円が2枚です。特にお手紙やおはがきを出す相手もいないのですけれども、こちらのこのオスカル様のウインク姿がとってもキュートで素敵だなと思ってこれを買いました。これは第5巻で黒い騎士ことベルナール・シャトレを捕らえジャルジェ家にかくまっていた時にオスカル様が見せた表情です。商談と称しベルナール・シャトレにこの得体が注文した銃200丁の代金を支払えとオスカル様が要求し、拒絶するシャトレに1000リーブルに負けておいてやると一方的に告げ、ダイアヌエース商談成立だと振り返る場面です。詳細は電子書籍版第5巻93ページ、マーガレットコミックス第5巻74ページをご覧くださいませ。それから裏がですね、例のドレス姿ということになっておりまして、それからお手紙セットシリーズでこちらのポストカードも買いました。この絵大好きなんですよね。なぜか2枚も買っちゃいました。間違って買ったわけではないです。わざと2枚買いました。この絵大好きなんです。こちらの絵は50周年アニバーサリーブック23ページによりますと、1972年週刊マーガレット50号の表紙だったようですね。表紙にはあなたのハートに迫る魅力の超大作ベルサイユのバラで池田理代子先生の名前が書いてあります。こういうグッズになっているものは週刊マーガレットの表紙絵だったり連載の時の扉絵用に描かれたもののようです。ちょうどいいので私が買ったこういったグッズの絵柄がどこで使われたものなのかも合わせて紹介していきましょう。では今度こそランキングに行きましょう。第5位 A4 クリアファイル550円。これはキャラクターグッズの定番でしょうね。金額も手頃だし軽いし使えるし、いえ使わないですけれどもね。他にいくつか種類があったのですが私はこれを選びました。この絵柄はまさに50周年アニバーサリーブックの表紙絵ですね。元はというと50周年アニバーサリーブックの34ページをご覧ください。1973年週刊マーガレット36号絵物語と書いてあります。付録か何かでしょうか。お持ちの方はぜひコメント欄で教えてください。他にも1980年4月に実業の日本社から出版されたベルサイユのバラ大百科の表紙でもあったようですね。でも面白いのはベルサイユのバラ大百科の表紙ではオスカル様とアントワネットの左右が逆になっています。この当時から左右反転する技術はあったみたいですね。では私がベルバラ店で購入したランキングに戻りましょう。第4位クリアマスキングテープ1個550円2個で1100円。こちらは4種類あったと思うのですが実はこれ1個550円もするのですよね。マスキングテープに2000円超えは予算というより勇気が出ませんでした。絵柄を見ていきましょう。こちらはオスカル様だけですね。はい、こんなオスカル様だけのものと、それからもう一つはこの縦型でこの絵柄大好きなんです。
これは縦型でですね、オスカル様とアントワネットのね、2人のツーショットもあります。キービジュアルと、はい、こんなものですね。これを2つ購入しました。これ何に使いましょうかね。マスキングテープといえば、もともとはペンキを塗ったりするときにはみ出さないようにあらかじめ境界線に貼っておくものですが、今ではさまざまな模様やキャラクターがプリントされたものが人気ですね。よく思いついたなと思います。私はベルバラグッズになっていなかったらマスキングテープを一生買うことはなかったと確信しております。使い道が思いつかないですね。例えば楽器を演奏する方なら楽譜のコピーを貼り合わせるのに使うと練習がはかどりそうですね。でも私の場合は全く思いつきません。というかもったいなくて使えませんが、もしねこれ使うとしたらこんなところに使うよっていうアイデアがあったらぜひコメント欄で教えてください。第3位、マルチクリーナー880円。メガネを拭いたりパソコンの画面を拭いたり便利そうです。使う用と保管用で2枚買おうかなとも思ったんですけれども、1枚で我慢しました。もちろん使いませんけれどもね。これは両面違う絵柄になっておりまして、片面はこのおなじみの絵柄ですね。アニバーサリーブック43ページによれば、1973年週刊マーガレットの4、5号合併号だったんでしょうかね。そちらの扉絵だったようです。そして裏側がこれです。好きなんです、この絵。50周年アニバーサリーブック23ページによりますと、1972年週刊マーガレット50号の表紙だったようです。こちらの方はよく見ますけれども、このよく見た感じはどこから来るんだろうなと思ったのですけれども、最近ですねマーガレットコミックスを買ってみたんですね。まだ全巻揃っていないんですが、はい、こちらがですね3巻なんですけれども、こちらのカバーの袖部分のイラストでもおなじみです。こちらの絵ですよね。第2位、アクリルマグネット880円。これは記念にというか50周年ベルバラ店のキービジュアルだったんですよね。なのでつい素通りできずにこれを買いました。いくつか種類があったと思います。マグネットになっているので、冷蔵庫とかにチラシを貼ったり税金の払い込み表を貼ったり何かに役に立ちそうです。いや、オスカル様とアントワネットそんな冷蔵庫に貼り付けるなどと不届きなことはしませんけれどもね。こちらの絵がどこで使われているのかなんか気になって探してみたんですよね。このアントワネットとオスカル様のこの面立ちが結構大人になっていて、10代の天真爛漫な無邪気な笑顔ではなくて、何かを心の中に秘めているようなそんな表情ですと思って8巻あたりから読み始めて、読みふけって夜は更けて見つけました。9巻でした。パリへ向かう途中、フェルゼンはフランス革命の勃発を知ります。パリの革命騒ぎを知ってフェルゼンを乗せた馬車の御車がおじけづくと、フェルゼンは御車台に自ら座って2頭立ての馬車を狩るのでした。アントワネットとオスカル様の安否を気遣うフェルゼン、彼の心中に現れた2人の姿、それが2022年のベルバラ展のキービジュアルなのです。ベルサイユのバラをお持ちの方は第9巻7ページ目をご覧くださいませ。私が持っているのは電子書籍版なので、愛蔵版、文庫版、マーガレットコミックスなど他のバージョンをお持ちの方は関数とかページが若干違うかと思います。マーガレットコミックスはもしかしたら近いかもしれないですね。電子書籍版も全9巻で、外伝国威の伯爵夫人が10巻目というふうになっていますのでね、少し違うかもしれませんけれども、だいたい同じぐらいのページだと思います。エピソードの流れとしては、まずバスティーユに白旗が上がってオスカル様が絶命して、その後リアン・クルコーというね、この人が寝ているルイ16世を叩き起こす場面があるんですよね。そして寝ているルイ16世に革命でございまする
と断言するんです。その次に先ほどお話したパリへ向かうフェルゼンのエピソードが続きます。フェルゼンの心の中に浮かんだのがこの2人のこの表情です。子供の時には何とも思わなかったのですが、大人になった私にはこの2人のこの表情がグッときます。